皆さんこんばんは。今日はお料理のではなくてミントの育て方と、増やし方をご紹介します。私は植物を枯らすのがとても得意なので、最初は自信なかったんですけど、やってみたらミントとっても簡単で、コツは2つだけでした。太陽の光をたっぷり浴びせることと、お水をたっぷりあげる、この2つだけで、特に肥料をあげたりお薬をあげたりしなくても、もう本当にちょっと困っちゃうぐらい、こんな風に生い茂るように増えてくれます。種を買ったり苗を買ってきたりしなくても、スーパーの売ってる切ってあるミントから増やせるので、ご興味のある方はぜひトライしてみてください。簡単です。ではこれから紹介していきます。まずミントを買ってきたら、下の方の葉っぱを取り除いて上の方だけ残して、このように花瓶に刺してください。一つの花瓶に1本刺す方がなんか根っこが出るのが早い気がするので、それをおすすめしています。この一番左の背が低い花瓶みたいにたくさん入れても、根っこ出てくることは出てくるんですけど、出てくるスピードがちょっと遅い気がします。なぜかわからないけれども。なので、右側の花瓶のように一つのミントを一つの花瓶にというふうに私はやっています。沖縄の日差しのせいかもしれないんですが、3日とか4日ぐらい経つと小さなおひげみたいな根っこが出てきます。これをですね、確認して根っこが見えたら土に植えるタイミングとしています。この根っこ見えますでしょうか。これ1週間も経ってないのにこんな風になるんですよ。植物の力ってすごいですよね。たくましいと思って。もう産まないけど子供が生まれたらミントって命名しようかなって思うぐらい、ミントたくましくて素晴らしい、綺麗だし。さて、こんな根っこが出てきたら土に植え替えていきます。するのは鉢、それから網、軽石、スコップ、手袋ですね。あとハサミもでした。ごめんなさい。鉢の大きさに合わせて、まずこの園芸用の網を敷きます。これはホームセンターに売っているんですが、わざわざ専用のを買わなくても台所のゴミ袋、網網の生ゴミ用のネットでも代用できるよってお友達が教えてくれました。ネットを入れたら軽石をその上に入れていきます。軽石もホームセンターで買ったものです。こちらもわざわざ買わなくてもその辺の石拾ってくればできるよって言われたんですけど、軽石じゃなくて石入れるとすごく重い鉢が出来上がるので、重いの嫌な方は軽石をおすすめします。そんなに高くないです。値段忘れちゃったけど安いと思った覚えがあります。さて、軽石が全部の鉢に入りました。ご覧の通り適当な量で大丈夫です。バラバラです。次に園芸用の土を入れていきます。これもお友達に言わせると、普通の土その辺から取ってくりゃいいんだよって言うんですけど、私はちょっと沖縄のですね、大きな雲とか虫が苦手で、その辺の土を持ってくるってことがなかなか怖くてできないので、土を買っています。雲なんかね、もうタランチュラっていう大きさがのものがあって、
ね、車の中にいたりするんですよ。もう怖くてね、私の顔ぐらいあるんですよ。大げさな話じゃなくて、まあ雲はでも特に害ないって聞いたんですけどね。はい、土を入れ終わりましたので、いよいよミントを刺していきます。ミントを刺すと言ってもですね、大したことはなく、ちょっとこのように土を軽くトントンと固めたところに穴を開けていく。ミントの高さ、ミントの茎の長さがある場合には割り箸とか使った方がうまくいくと思います。今回は短いミントばっかりなので、指でブスブスと穴を開けてやっていきます。はい、ミントを土に刺し終わりましたので、最後にお水をたっぷりあげます。お水は鉢の下からじゃあじゃあお水が出てくるぐらいたっぷりあげます。ミントを植えたところ、根っこのところというか、ミントに直接お水がかからないように刺したところの周辺にお水を入れていきます。土に刺したばかりのミントはあんまり直射日光が激しいところだと急にはちょっと弱ってしまうと聞いたので、日陰の時間が長いエリアに置くようにしています。最初の1週間ぐらいはそんなにいつも直射日光が当たっている場所ではなくて、日陰の時間が長いところに置いています。この入り口に向かって右側が光がガンガン当たる方ですね。こちら側が日陰の時間が長いところです。新米さんとベテランさんミントたちというふうに並べています。以上がミントの増やし方だったんですけど、全て自己流なので正しいミントの作り方、育て方ではありません。ご容赦ください。アップルミントとスペアミントを育てています。この季節は飲み物に何でも浮かべています。殺菌効果があるそうです。ご視聴ありがとうございました。明日の動画は超簡単梅シロップの作り方の予定です。